はい、こんにちは。毎週恒例のマックスペインマンデー。最近は勝ちすぎて私は自分で給料日マンデーって言ってます。はい、ってことで給料日マンデー、レッツゴー。ファーストハンドはボタンでキングジャックのハート。300ドルにレイズ。するとビッグブラインドのプレイヤーが3ベッド1000ドル。スーテッドやし、ポジションもあるし、コール。オフスートでもコールするかな。他のカジノのプライベートゲームじゃない場合は、オフスートはフォールドします。フロップは4、5、6、スペードが2つ。ビッグブラインドはチェック。私もチェックしました。ターンはジャックのスペード。ビッグブラインドはチェック。エースキング、エースクイーンとかのスペード持ち、あとはスペードのあるポケットペア、テンズ、ナインズのスペード持ちとか。そういうところからバリューを取りたいので、私は1300ドルのベッド。ビッグブラインドはコール。リバー行きます。リバーはクイーン。これは良くないかな。エーススペード持ちのエースクイーンとか、ターンで買ってたクイーンジャックとかには2ペアが作られたし、なんならすでにフラッシュ持たれてる可能性も。嫌やなーって思ってたら案の定相手は2000ドルのベッド。エーススペードのエースクイーンかなーって思ったけど、そう思ったところでフォールドできないですよね。いやいやコールしたらやっぱりエースクイーンやった。エースのスペードじゃなくてクイーンのスペードやったけど、一緒のようなもんか。はい、次のハンドはハイジャックが200ドルにレイズ。ビッグブラインドがそれをコール。私はストラドルでキングクイーンのハート。800ドルに3ベットをしました。十分に3ベットできるハンドやと思うし、そんなに強くなくてもこの状況やったらスクイーズするかな。ハイジャックとビッグブラインドのプレイヤーはコール。3ウェイ。フロップは886。ハートが1つ。ビッグブラインドチェックで私は1200ドルのベッド。ハイジャックのプレイヤーコール。するとビッグブラインドの人がチェックレイズオールイン3700ドル。私の後ろのプレイヤー、ハイジャックのことも気にしなあかんし、普通ならフォールドが当たり前なんですけども、なんかこの人のこと信じられなかったんですよね。相手が7級とかのストレートドローとか、他の小さいポケットペアとかでもこういうことしそうやし、バックドアのハートかキングがクイーン引けば勝てるかなと思って。めちゃくちゃルースに2500ドルをコールしました。ハイジャックのプレイヤーフォールド。オールインなのでノーモアアクション。お相手は8オフスートを使用。ターンでハートが落ちなかったのでもうドローイングデッドです。はい、めちゃくちゃ無駄に1万1000ドルポットを落としました。なんちゅうプレイしてるねん。メリークリスマスね、ブライアン。はい、次はアンダーザガンでジャック8のハート、200ドルにレイズ。カットオフがコール。スモールブラインドのニック・オースティンが800ドルに3ベッド。ちなみにこのニックとその彼女、このカップルはアメリカっていうか世界中でめちゃくちゃ有名な方たちです。ビッグブラインドがそれをコールドコール。私もコールしました。Why not でしょ。カットオフのプレイヤーもコール。フォーウェイ。フロップはキング6、3、クラブが2つ。みんなチェックチェック。ターンは8のダイヤモンド。ここで3ベットしたニックが500ドルのベッド。はい、たったの500ドル。なんかこの小さいベッドがクイーンズ、ジャックス、テンズそんな感じのハンドかなと思って、そういうハンドならオールインしたら下ろせるわと思ってオールインをしました。まさかキングチェックしないでしょ、フロップで。するとニックはスナップコール。そのまさかキングがありました。私のアウツはジャックか8、リバーは4。はい、こんな感じで200万円近いポットをまた落としました。はい、次のハンドはハイジャック、ボタン、スモールブラインドがリンプイン。スモールブラインドのプレイヤーがレイズ180ドル。私はビッグブラインドでキングクイーンのオフスート。3ベッド840ドル。はい、ここでなんとスモールブラインドのプレイヤー、ポケット6をフォールド。さっきの8、10オフの人ですよ。多分ダブルアップしてプレイがタイトになってる。はい、できん。ビッグブラインドのプレイヤーのミコールヘッズアップ。フロップはエースクイーンにクラブが2つ。相手はチェック。私は C ベッドで500ドルのベッド。ビッグブラインドコール。ターンはジャック。ベッドしても弱いエースとかは下ろせないと思ったのと、逆に考えればフラッシュドローとか弱いクイーン、ジャック10持っててフロップでガットショット、ターンでペアができたみたいな、そういうハンドも降りないと思ったので、私のスタックを考えればオールインした方が良かったのかなとも思います。だけど私はチェックをしました。はい、リバー行きます。リバーは9のクラブ。クラブのフラッシュドローにはフラッシュが作られました。お相手チェックで私もチェック。ビッグブラインドのプレイヤーはフラッシュ完成。
結果オーライやけど、多分ターンでオールインが正解ですよね、これ。コールしてもらえるハンドが多すぎる？はい、次はカットオフボタンがリンプイン。私はスモールブラインドでフリーフロップ最強ハンド。400ドルにレイズ。ストラドルカットオフボタン。みんなコール。フォーウェイ。フロップはエースジャック9レインボー。はい、フロップトップセット。しかもナッツ。そしてめちゃくちゃドライボード。一応4ウェイなんでね、何かしらにコールしてもらえると思って600ドルのベッド。ヘッズアップとかやったら全然チェックでもいいと思います。他の人フォールドでボタンのプレイヤーがレイズ1400ドル。もう私はウハウハ。オールイン2500ドル。ボタンのプレイヤーはコール。オールインでターンリバーへ行きます。でも見てこの私の不安そうな顔。はい、ターンは5。はい、まだナッツね。リバーはクイーン。はい、見てこの私の顔。嫌な予感、的中。お相手は8点のオープンエンド。フロップオープンエンドストレートドローでリバーでストレート作られました。はい、切り替えていきます。アーリーポジションがリンプ。カットオフが140ドルにレイズ。ボタンのプレイヤーが3ベッド440ドル。私はスモールブラインドでフリーフロップまたまた最強ハンド。4ベッド1400ドル。4ベッドは基本そんなに大きくレイズしなくていいと思うんですけども、私は少し大きめにレイズをしました。なぜかというと、ほら見て、大きめにレイズしてもコールしてもらえるから。3ウェイ。フロップはクイーン14、ハートが2つ。まあまあ悪くないでしょう。フロップでベットしてターンでオールインできるような感じで。私は3000ドルのベッド。ここでコールしてもらえたらいい感じでターンでオールインに持っていけるかなと思います。スタックサイズ的に。カットオフのプレイヤーフォールド。ボタンのプレイヤーもフォールド。アクションはそんななかったけど、まあさっきみたいにエイセスクラックされるよりマシやから、まあいっか3000ドル買ったし。はい、次はアーリーポジションハイジャックがリンプイン。私はカットオフで7ドゥース。レイズ300ドル。スモールブラインドビッグブラインドコールで、ストラドルの人が3ベッド1600ドル。この人、いらんことしなんですよね。こういうことしょっちゅうする。もちろん強いハンドの時もあるんですけども、弱いハンドの時も結構あります。で、今このテーブルではセブンドゥースゲームといって、セブンドゥースでポットを獲得するとみんなから100ドルずつもらえます。で、その800ドルと今このデッドマニー、そのお金を私は研ぎに4ベッド4000ドル。大体の場合はこのスモールブラインド、ビッグブラインドはそんな強いハンドはないはずです。まあでも3ベットしたこのいらんことしの人がこうやって3ベットすると思って強いハンドを潜ってる可能性もある。まあまあそこまで計算はしてないでしょう。って思ってたらスモールブラインドのプレイヤーがオールイン。これ絶対はめられたな。もちろんコールできるわけなく私はフォールドしました。はい、そんな感じで今日は終わり。なんと参加率 VPIP は 44%。5時間して 44%。最近はどんだけ VPIP を高くしてどんだけ勝てるかっていう自分で小さい目標を立ててゲームをプレイしています。はい、今回の収支。今日はマイナス12000ドル。日本円にして160万円ぐらい。はい、負けすぎ。バイバイ。